2026年4月、オーストラリア、メルボルン大学附属の神経科学研究センターで、ある女性の脳スキャン映像が公開された。研究者たちは、そのデータを見た瞬間、誰も言葉を発することができなかった。その女性の名前は、エミリー、29歳。彼女が最初にその言葉を口にしたのは、まだ5歳の時だった。私は前に、火に焼かれて死んだ。幼い子供が発するには、あまりにも重い言葉だった。両親は最初、悪夢のせいだと思った。しかし翌日も、その次の日も、エミリーは同じことを繰り返した。炎に包まれる感覚、煙が喉を塞ぐ感覚、そして意識が遠くなっていく。あの瞬間の感覚、彼女はそれを、まるで昨日の出来事のように語った。5歳から始まったその記憶は、10歳になっても、15歳になっても消えなかった。それどころか、毎晩同じ悪夢が繰り返された。炎の中で叫ぶ自分、助けを求めても届かない声、そして必ず、同じ場所で目が覚める。暗い部屋の中で、汗びっしょりになりながら、24年間、1日も欠かさず、成人したエミリーは、この体験を科学的に解明しようと、自ら神経科学者たちに協力を申し出た。そして脳スキャンが行われた時、研究者たちは医学の教科書には存在しない、ある異常な反応を発見する。しかしその前に、まず知っておかなければならないことがある。エミリーが、死んだ、と語る。あの日のことを、オーストラリア、メルボルン郊外、2002年の春。エミリー、ハートは5歳になったばかりだった。両親の目には、ごく普通の女の子に映っていた。庭で花を摘み、近所の犬と追いかけっこをして、夕食にはいつも決まってポテトを残す。そんな子だった。しかしある朝、エミリーは食卓でぽつりと言った。ねえ、前に私、燃えて死んだよ。母親は笑った。子供の空想だと思った。翌朝も、エミリーは同じことを言った。火が来たの、すごく熱くて、逃げられなかった。今度は笑えなかった。その言葉には、5歳の子供が作り出せるような軽さがなかった。声のトーンが違った。目が違った。まるで遠い記憶を手繰り寄せるように、ゆっくりと、確かめるように話していた。夜になると、エミリーは必ず泣きながら目を覚ました。夢の内容は毎回同じだったという。暗い木造の建物の中、どこかの廊下、出口が見つからない。背後から迫る炎、そして暑さの中で、意識が途切れる瞬間。その夢は翌日も、翌週も、翌年も続いた。両親はまず小児科に連れて行った。心理的なストレスではないか、と言われた。次に児童心理士に相談した。トラウマの可能性を調べましょう、と言われた。しかしエミリーには、何のトラウマも見つからなかった。虐待の痕跡もなかった。事故の記録もなかった。ただ、夢だけが続いた。毎晩、同じ場所で、同じように死ぬ夢が。そしてエミリーは成長するにつれ、その記憶をより詳細に語るようになっていった。建物の構造、炎の色、自分の手の形、それは薄れるどころか、年を重ねるごとに鮮明さを増していった。これは本当に、ただの夢なのか、それとも、彼女の脳の中に、別の誰かの記憶が刻まれているのか。エミリーが13歳のある夜、それは起きた。夢ではなかった。目は覚めていた。部屋の天井が見えていた。だが、体が動かなかった。息ができない。胸が押しつぶされるような感覚。そして次の瞬間、彼女は自分の体を上から見ていた。ベッドに横たわる少女。青白い顔、閉じかけた目。それが自分だと分かっていた。なのに、怖くなかった。むしろ、静かだった。光があった。部屋の隅ではなく、どこか遠く、見えない場所から差し込んでくるような光。暖かくはなかった。冷たくもなかった。ただ、そこにあった。エミリーはその光に向かって、引き寄せられるように動いた。歩いているのか、浮いているのか、わからなかった。足の感覚がなかった。そして、声が聞こえた。名前を呼ぶ声ではなかった。言葉ですらなかった。でも、意味はわかった。まだ、戻れる。次の瞬間、エミリーは体の中にいた。心臓が激しく打っていた。汗で全身が濡れていた。喉が焼けるように乾いていた。母親が駆けつけた。どうしたの？叫んでいたよ。と言った。エミリーは叫んでいた記憶がなかった。翌朝、彼女はノートに書き残した。光のこと、声のこと、そして、
一つの言葉を、また、あの場所に戻りかけた。医師には話さなかった。話しても、聞いてもらえないと分かっていたから、機器は何も記録していなかった。異常なし、バイタルは正常。でも、エミリーの中では、何かが変わり始めていた。その夜を境に、夢の中の炎が、色を変えた。そして次に彼女が向かった場所は、暗いトンネルの先にある、一筋の光だった。その夜から、夢の景色が変わった。炎は消えていなかった。でも、色が違った。赤ではなく、白に近い光、焼けつくような熱ではなく、どこか懐かしいぬくもり。エミリーは、その変化に気づきながらも、誰にも言えなかった。夢の中で、彼女は細長い暗い道を歩いていた。両側には何もない。音もない。ただ、遠くに一点の光があった。その光に向かって、足が自然に動いた。引き寄せられるように、呼ばれるように、光が近づくにつれて、輪郭が見えてきた。人の形をしていた。エミリーは立ち止まった。その人影には、見覚えがあった。幼い頃から夢の中で何度も見ていた。あの日の中にいた人、焼け落ちる天井の下で、最後に目が合ったあの人、声は聞こえなかった。でも、口が動いていた。エミリーには、その言葉が読めた。戻りなさい。その瞬間、夢は終わった。目が覚めると、頬が濡れていた。泣いていた記憶はなかった。でも、体は覚えていた。翌朝、彼女はノートを開いた。夢で見た人影のことを書こうとして、手が止まった。書けなかった。言葉にすると、何かが壊れる気がした。神経科学者たちは後に、この時期のエミリーの脳に、特異な変化が起きていたことを記録している。前世の記憶を持つとされる子供が成長する過程で、記憶を処理する領域が、通常とは異なる形で活性化されていたのだ。医学の教科書には、まだその説明がない。光の中にいたあの人が、誰だったのか。エミリーはまだ、答えを持っていない。ただ一つ、確かなことがあった。あのトンネルは、終わりではなかった。それは、何かの、始まりだった。そこは、どこでもなかった。光があった。音はなかった。時間も、なかった。エミリーは、自分が立っているのか、浮いているのか、それすらわからなかった。ただ、一つだけ感じていた。選べる、という感覚を。その場所には、境界があった。目に見えるものではない。しかし、確かに存在する。薄い膜のようなもの。こちら側と、あちら側、戻る世界と、戻らない世界。エミリーは、その境目に立っていた。幼い頃から繰り返し見た夢の中で、この場所だけは変わらなかった。炎も、煙も、叫び声も、そこには届かなかった。静けさだけがあった。光の奥に、人影があった。顔は見えなかった。声も聞こえなかった。それでも、エミリーはその存在が自分に何かを伝えようとしていることを、皮膚の奥で感じていた。言葉ではなかった。感情でもなかった。もっと、根源的な何かだった。まだ、終わりではない。その一点だけが、空気のように全身に染み込んできた。エミリーは動けなかった。戻ることへの恐れがあったわけではない。ただ、この場所があまりにも静かすぎた。あまりにも、穏やかすぎた。現実の世界はいつも騒がしかった。説明を求める声、疑いの目、自分でも整理できない記憶の断片。でも、ここには何もなかった。責める声も、問い返す言葉も、ただ、光だけがあった。そしてエミリーは、気づいた。自分がその光を恐れていたのではないことを、ずっと探していたのだと。5歳の頃から、夢の中で繰り返したどり着こうとしていた場所が、ここだったのだと。教会は、罰ではなかった。それは、問いかけだった。お前はまだ、やり残したことがあるか。と、エミリーの胸に、何かが浮かび上がった。記憶ではなかった。感情でもなかった。それはもっと先にある何か、まだ形になっていない。しかし確かに存在する。未来の輪郭だった。その輪郭が、次第に広がっていく。その輪郭は、広がり続けた。エミリーの脳裏に、一つ一つの断片が浮かび上がってきた。それは夢ではなかった。幻でもなかった。5歳の頃から繰り返し見てきた。あの炎の記憶、あの叫び、あの終わり。それらが今、全く違う色を帯びて、蘇ってきた。恐怖ではなかった。怒りでもなかった。それはまるで、
古い写真帳を静かにめくるような、そういう感覚だった。一枚一枚に、確かに誰かが生きていた。確かに、誰かが愛していた。確かに、誰かが泣いていた。その誰かは、自分だったのかもしれない。エミリーは目を閉じた。炎が見えた。しかし今回は、逃げようとしなかった。ただ、そこに立っていた。燃え尽きた場所の、灰の中に、灰は暖かかった。それは、終わりの温度ではなかった。始まりの温度だった。神経科学者たちは言った。前世の記憶を持つ子供が成長するにつれ、脳の特定領域が再構成される。それは医学の教科書には、まだ載っていない現象だと。しかしエミリーにとって、それは数字や波形の話ではなかった。24年間、毎晩繰り返した悪夢。それは脳が壊れているのではなく、脳が何かを必死に覚えようとしていた証だったのかもしれない。忘れてはいけない何かを、手放してはいけない何かを、パノラマが広がっていく。一度きりの命ではなく、何度も重なってきた時間の層が、ゆっくりと姿を現していく。エミリーは、初めて思った。自分の人生は、ここから始まるのではない。ここで、続いていくのだと。そして今、彼女は帰る場所を知っていた。エミリーの意識が、ゆっくりと戻ってきた。まるで深い水の底から、光のある場所へと引き上げられていくように、医師たちは、彼女の顔を見て、言葉を失った。モニターの数値は、正常だった。呼吸も、脈拍も、すべてが穏やかに整っていた。しかし、誰もが感じていた。この女性の中で、何かが変わったと。エミリーは目を開けた瞬間、泣いていた。恐怖の涙ではなかった。怒りの涙でもなかった。それは、長い旅を終えた者だけが流せる、安堵の涙だった。担当の神経科医が、そっと声をかけた。今、どこにいるかわかりますか？エミリーはゆっくりとうなずいた。そして、静かにこう答えた。ここにいます。やっと、ここに、医療チームの誰一人として、その言葉の意味を完全には理解できなかった。だが、不思議と、誰も笑わなかった。24年間、彼女は毎晩、炎の中で死に続けた。目を閉じるたびに、同じ場所へ引き戻された。それでも彼女は、朝になるたびに目を覚ました。なぜ目覚め続けられたのか、神経科学者たちは、その答えを脳の中に探した。そして見つけたのは、消えかけた記憶ではなかった。むしろ逆だった。年を重ねるごとに、ある脳領域が静かに、しかし確実に活性化し続けていた。それは記憶を守ろうとする、脳の意志のようだった。医学の教科書には、その現象を説明する言葉がなかった。研究チームのリーダーは、記録用紙にこう書き残した。この脳は、何かを忘れることを拒否している。エミリー自身も、今ならわかる気がした。あの炎は、消そうとしていたのではない。伝えようとしていたのだと。帰るべき場所を、教えようとしていたのだと。そして今、彼女は初めて、自分の部屋で眠ることを恐れなかった。ただ、一つだけ気になることがあった。脳が変わったなら、自分自身も変わるのだろうか。それとも、変わらなければならないのは、自分を取り巻く世界の方だったのだろうか。脳が変わった。その事実は、エミリーの日常を静かに、しかし確実に塗り替えていった。まず変わったのは、朝の感覚だった。目が覚めた時、胸を締め付けるあの重さがない。24年間、毎朝そこにあったはずの恐怖が、霧のように薄れていた。最初は信じられなかった。また戻ってくるのではないかと、息を潜めて待った。しかし、炎の夢は来なかった。次に変わったのは、家族との距離だった。母親は、長い狭間エミリーの話を正面から受け止められずにいた。娘が、前の世界で死んだ、というたびに、困惑と心配が入り混じった表情を見せた。それは責めるべきことではなかった。誰だって、そうなるはずだった。しかし脳スキャンの結果を医師から説明された日、母親は初めて泣いた。信じてあげられなくて、ごめんね。その一言だけで、エミリーには十分だった。周囲の人々の反応も、少しずつ変わっていった。以前は、エミリーの話を聞いた人たちは目をそらした。作り話だと思う人もいた。精神的な問題だと囁く人もいた。しかし科学的な記録が残された今、同じ話が違う重みを持って受け取られるようになった。エミリー自身も変わっていた。他者の痛みに以前より敏感になった。誰かが苦しんでいると、
その感覚が自分のことのように胸に響いた。それが前世の記憶と関係しているのか、脳の変化によるものなのか、まだわからない。ただ確かなのは、あの炎を通り抜けたことで、彼女は何かを深く知ってしまったということだった。生きることの意味を、死という側面から照らされてしまったということだった。そして今、一つの問いが静かに浮かび上がってきた。科学はこの現象を、脳の再構成、と呼んだ。では、魂はこれを何と呼ぶのだろうか。科学は、この現象を、脳の再構成、と名付けた。では、それだけで説明が終わるのだろうか。神経科学者たちは、彼女の脳スキャンを前にして、長い沈黙を保った。教科書には載っていない。論文にも記録されていない。それでも、目の前のデータは確かに存在していた。前世の記憶を持つとされる子供が成長する過程で、脳の特定領域が消えるどころか、むしろ強く活性化していく。この現象は、科学にとって一つの挑戦状だった。科学の立場から言えば、記憶とは神経細胞の連結によって生まれるものだ。過去の経験が、シナプスを通じて刻み込まれる。だとすれば、彼女が体験していない、炎の死が、なぜ神経回路として刻まれているのか。その問いに、まだ誰も完全な答えを出せていない。一方で、冷静の視点はこう語る。魂は、肉体よりも古い記憶を持っている。体が変わっても、魂の痕跡は次の生に持ち越される。それが時に、悪夢として現れる。それが時に、説明のつかない恐怖として現れる。二つの視点は、まるで平行線のように見える。しかし、彼女の存在はその平行線の上に静かに立っている。どちらか一方を否定する必要は、もしかしたらないのかもしれない。科学は、何が起きているか、を問う。冷静は、なぜ起きているか、を問う。その問いの方向が違うだけで、向いている場所は同じかもしれない。人間という存在の、深くて暗い、まだ地図のない領域。彼女の物語は、その入り口に私たちを連れてくる。そして次に浮かぶのは、もっと個人的な問いだ。もしあなた自身が、説明のつかない何かを感じていたとしたら、それはただの気のせいなのか、それとも、彼女は今、こう言っている。あの記憶が私を壊したのではなく、私を作った。と、5歳の頃から抱えてきた炎の記憶。24年間繰り返された悪夢。それは恐怖でもあり、同時に、彼女の人生を根底から問い直す力でもあった。科学者たちが彼女の脳に見たものは、まだ名前もない現象だった。しかし彼女自身が体験の中に見たものは、もっとシンプルなことだったかもしれない。私は、ここに来る前にも、存在していた、という感覚。それが事実かどうかは、誰にもわからない。けれど、その問いを持って生きることは、確かに人を変える。あなたにも、理由のわからない恐怖や、説明のつかない懐かしさが、あるかもしれない。それを無視することも、向き合うことも、あなたが選んでいい。ただ一つだけ、覚えていてほしい。まだ地図のない場所に、真実が眠っていることがある。彼女の物語は、そのことを、静かに教えてくれている。